はい、皆さんこんばんは。旅する花屋フローリサシニこと太田しっぺです。様々なシーンで人に好かれたいって思うことってありますよね。僕も営業しているので、担当者に好かれた方が仕事がやりやすいのでよく考えます。今回は営業のシーンでの人に好かれる方法について考えたいと思いますが、これは仕事以外にも使えることが多いので、よかったら試してみてください。1、聞く力と理解力。2、価値提供と問題解決能力。3、真摯な態度と誠実さ。4、柔軟性と適応力。5、サポートとフォローアップ。1、聞く力と理解力。これこそが一番大事なところですが、皆さん営業している人って話すのが上手な人って思っていませんか？全くもって逆です。営業で好成績を収めている方々は口数が多いわけではありません。営業で人に好かれるためには、まず相手の声に耳を傾けることが大事です。僕もそうですが、営業している方々の中にはもともと話をするのが苦手な人が意外と多いんですよね。ではそんな方々がなぜ営業を続けているかというと、話を聞く能力が高いからです。もっと深く言えば、話すことよりも引き出す質問力が大事なんですよね。ここで大事なのは、相手が興味のある話題をどれだけ引き出せるかになります。相手が興味のあることを質問することで、相手は気持ちよく話してくれるので、あとはそれを理解することで関係を深めることができると思います。2、価値提供と問題解決能力。営業で人に好かれるためには、単に商品やサービスを売るだけでなく、価値を提供し問題を解決する能力が大事です。僕の好きな松下幸之助さんの言葉で、無理に売るな、客の好むものも売るな、客のためになるものを売れ、という言葉があります。一方的にこちらの売りたい商品を押し付けるのではなく、または知識の少ないお客様が欲しがっているものを売るのでもなく、お客様が本当に何を求めていて、自分の商品の中でどれが一番そのニーズに応えることができるかを見極めて、お客様のためになる商品を売る。これは花屋のお客様でも同じことが言えます。花を買うことに不慣れなお客様が、花束をくださいと言ってきたとき、まずは何のために花が必要なのかを聞きます。それが個展に出す花だとしたら、花束よりも置いて飾っておけるフラワーアレンジメントの方が適しているんですよね。その旨をお伝えして、お客様のためになる商品を提案することが大事なんですよね。僕の中でお客様自身が気がついていないニーズのことを潜在ニーズと呼んでいます。今回の件で言えば、個展に出展する知人に贈る花がニーズなのですが、お客様が商品の知識に長けていない方であれば、どれが最適な商品なのかがわからない方もいるんですよね。もちろん花束を贈ることで喜んでいただけたかもしれませんが、潜在的に知人に喜んでいただける花が潜んでいるんですよね。この潜んでいるニーズに応えるならば、花束よりもフラワーアレンジメントの方が最適という提案ができるんですよね。このようにお客様が本当に求めているものが何なのか、それを解決するにはどの商品が適しているかを提案し、問題解決することが大事です。3、真摯な姿勢と誠実さ。営業だけでなく信頼関係を深めるためには、真摯な姿勢と誠実さが大切ですよね。特に長期的な関係を築くには、商品の質も大事ですが、信頼関係も大事になってきます。相手を信用できなければ話を素直に聞いてもらえないので、商品を売ることはできません。ここで大事なのは、当然ながら嘘や偽りがあってはならないのは当たり前ですが、曖昧な態度を取らないことが大切です。長く関係が続くと、いろんなところがルーズになりがちです。曖昧な言動や行動は不信感を抱くきっかけになりやすいので、親しき中にも礼儀をわきまえることは大切です。
特に相手あってのことなので、相手の感情の状態によっては普段は許されることが許されない場面も出てきます。一度壊れた人間関係を修復するのは難しいので、いつでも誠実でいることが大事ですね。4、柔軟性と適応力。仕事や人の心はいつでも方向性や考え方が変化するものです。一度成功したことがいつまでも続く保証もありません。会社の業績や担当者の立場が変化することで、今までとは違う役割を求められることもあります。そこで大事なのが柔軟性や適応力です。相手のちょっとした変化や方針変換には常にアンテナを高く持って柔軟に対応する必要があります。どのような会社でもずっと業績が上がり続ける会社ってありえないので、状況は常に変化するものだと考えておくと不測の事態にも対処できると思います。特に相手が困っている時に良い提案や協力をすることで信頼関係を深くすることができますよね。ピンチはチャンスと言いますが、相手が困っている時ほど協力することで相手に好かれることもできると思います。5、サポートとフォローアップ。営業の中でも長期的な関係を続けていくような仕事であれば、商品を提供するだけでなくパートナーとして協力していくことが必要です。ただ自社の商品を提供するだけでなく、相手の仕事のサポートをすることで信頼関係を深めることができます。僕の個人的な経験なんですが、葬儀社との関係の中で僕が葬儀社の SNS を管理したり、販売促進のアイデアを提案したり、葬儀の案件を紹介したりしていました。そういった付加価値をつけることで他社との競合にも勝てるのかと思います。僕たち花屋はもちろん技術が一番ですが、他にも相手に好かれることってたくさんあるんですよね。相手の立場に立って物事を考えることで自分にしかできないサービスができ、相手から好かれることになると思います。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。仕事上でもそうですが、人に好かれるためには相手の立場に立って考えることが必要で、思いやりが大事なのかなと思いました。たまに思いやりの押し付けをする人がいますが、本当に相手が求めていることをすることが大事で、一方的に何でもしてあげることが相手のためになるわけではないので気をつけたいですよね。やっぱり人に好かれたいって思った方は高評価を、私こういう経験しましたという方はコメントを、通知を受け取るベルマークの通知をしていただけると助かります。それではありがとうございました。またね。